今回の産業まとめ。スマホ出荷台数サムスン1位。プレミアムフォンはアップルの独壇場。高級ブランドではなかったガラクシー。フォンアリーナ .com は調査会社オムディアのレポートを引用し、機種別昨年出荷台数で、アップルの iPhone が1から3位を独占したと報じています。メーカー別出荷台数ではサムスンが1位の牙城を死守しましたが、その原動力となったのは3万円以下の普及モデルだったようです。出荷台数ランキングの4位から6位と8位をガラクシーの A シリーズが占めています。7位には昨年10月に発売されたばかりの iPhone 12 Pro Max が位置し、iPhone 12 mini は10位に登場しました。中国勢では唯一レドミノート9 Pro が9位に位置しています。一昨年2019年と比較すると、順位やメーカーはほぼ同じですが、iPhone 11が2位に4000万台以上の差をつけて圧倒的な首位に立ったことが目立っています。ガラクシーのプレミアムモデルシリーズである S シリーズやノートは一昨年同様姿を現すことができませんでした。高価格帯のスマートフォンでは圧倒的に Apple の iPhone が強いことが明らかとなっています。中国勢はファーウェイの没落が顕著となっていて、高価格帯ではサムスン電子同様苦戦を強いられているようです。メーカー別シェアはガートナーやカウンターポイントなどからも発表がありますが、1位にサムスン電子、2位にアップルがつけ、ファーウェイは3位、4位から6位もシャオミ、オット、ビゴと中国勢が占めています。編集書簡。今回の概要。高いギャラクシー買わないよ。世界的な不振。ギャラクシーの生きる道。出荷台数シェアで言うと、依然 19% を維持してサムスン電子が1位。日本でも J シリーズが売れているそうですね。2万円しないモデルとかありますからね。普通に使うには十分でしょう。楽天モバイルとか格安 SIM 会社の商品ラインナップにも載っていて目を引きますね。新型コロナウイルスの影響もあって一概には言えないですが、出荷台数シェアで言えばサムスンもファーウェイも大幅に落ち込む中でアップルだけが伸ばしています。まあ、世界的な出荷台数ということなので、低価格モデルが優位ではありますよね。ギャラクシー S シリーズもカメラ機能では高評価を得ていますけど、全く振るわないようですね。iPhone もですが10万円はさすがに高いよ。四半期ごとのメーカー別出荷台数を見てみると面白いことがわかります。昨年の第3四半期までは2桁を維持していたファーウェイが、第4四半期では 8% にまで激減しています。米国の制裁が効いているようですね。第4四半期は Apple の新製品が最も売れるので特徴的な数値変動がありますが、それでもファーウェイの先行きは暗そうです。昨年は新型コロナウイルスの影響で世界的に出荷台数が減少しましたが、Apple とシャオミが伸びを見せていますね。韓国では笑いの種となっている LG 電子ですが、意外と米国では販売好調で、一定のシェアを維持しています。もうそれも撤退で終わりになるだろうけど。LG は初期の Optimus X と Google の Nexus 5X を使いましたが、両方突如お亡くなりになりましたね。初期は電源ボタンが摩耗してスリープ解除できなくなるなんてよく起きていましたよ。爪が甘いメーカーというイメージ。ギャラクシーはベンチマークチートが懐かしいですが、色々と革新に苦しんでいる印象がありますね。iPhone もそうですけど同じようにはいかないようで。ただ、フォルダブルフォンを作って脚光を浴びましたけど、高いし別に折れなくてもいいという流れになってきているような。畳むと開くのが面倒なのかもしれませんね。ガラケーはいつからかほとんどが折りたたみ式になりましたけどね。その、利益率が高いと思われるプレミアムフォンが売れないというサムスンの状況は今後の製品開発にも影響が出るのではないかと思います。そうは言っても中低価格フォンでも利益を伸ばしていくことができればというところでしょうけど、厳しいものがあるでしょうね。とはいえ、今年になれば一昨年並みに出荷台数は回復するとされているので、各社期待をかけているかと思います。ただ Galaxy S21 に関してはあまり良い報道がされていないようで不安ですね。でもちょっと安めになるという話をちらりと耳にしましたが、サムスン電子は安価な 5G フォンにフォーカスを当てているようで、戦略としては良いと思います。これからの主軸はここでしょう。ノートシリーズの廃止という話がどうなったかわかりませんが、ペンを S シリーズにつけるだけなので、
その方向性で良いと思いますね。それほど売れないプレミアムフォンシリーズを2つ持っている意味はないでしょう。カメラのセンサー技術では相当頑張ってソニーを追撃しているようですけどね。どうなんでしょう。ここ最近、中古の Google フォンを買い続けている私には関係のない話ですけどね。はーい、iPhone ユーザーです。iPhone X だよね。まだ使えそう？全然問題ないよ。あ、この前充電できなくなって壊れたって思ったらケーブルの方だった。騒がせたよね。お騒がせしました。修理しなくてよかった。修理するといくらだったの？6000円くらい、だったかな？微妙な値段だね。買い替えるほどではないよね。まだバッテリーとかも平気だし、いらないね。Apple はサポート期間が長いのがいいよね。Android は長くても3年とかだからね。Galaxy はね、同僚が持ってるよ。その人以外で持ってるの見たことないけど。職場はほとんど iPhone だっけ？そう。みんな iPhone。Apple Watch も結構いるよ。私のが一番新しいんだよ。血中酸素濃度測れるからね。ウォッチ自慢はいいから。それにしても iPhone だらけで異様だよね。だってほら、可愛いでしょ。未だにこれしてると嬉しくてテンション上がるよ。今はスマホの方はデザインなんてほとんど変わらないでしょ。でも iPhone から他のに移るの大変でしょ？多分ね。iPhone は PC あれば簡単。私次は 5G かな？ 13が出る頃に12の安いの買えばいいんじゃない？今のがダメになったらそうする。ギャラクシーの話なんだけど。なんだか頑固者って感じだよね。ギャラクシー使ってる人、iPhone なんてチャラいのは使わないぞっていう昭和な感じ？ギャラクシーと昭和に何の関連もないし。通勤電車の中で皆さん何をしてますか？ってあたりを見回すとみんなスマホを見てますよね。他にすることないからじゃない。私は電車の広告見てるよ。スマホですることないし。それは通勤じゃないからだよ。みんなね、ニュースらしきものをスマホで読んでいたり、ゲームしてる人も多いよ。たまに画面がちらっと見える。まあそんなもんでしょ。白雪さんは何してるの？ Kindle で本読んだりとか。それにしても会社が終わってもゲームの中で戦い続けて大変だよね。ストレスたまらないのかな？たまらないよ。会社では感じられない短期間の成長を感じてるんだよ。あとは頑張れば必ず得られる達成感とか。現実はそんなすぐに結果が出ないし報われると限らないけどゲームでは報われるからね。そういうことなんだ。私はね、ゾンビ映画や地球が終わる週末ものの映画とかは好きなんだけど、自分が戦うのは嫌なんだよね。疲れるし。でも強くなって楽に勝てるようになったりするのが楽しいんだよ。負けたり死んだりするじゃん。それがちょっとね、仕事が終わった時くらいのんびりしたいじゃない。でも現実のように傷つかないから、それがその人たちにとってはある種ののんびりなんだよ。知らないけど。例えばね、花を摘んだり、川で釣りをしたり、海に潜って魚を取ったり、土を掘って化石を拾ったり。何が言いたいの？同じ島に住む動物たちに話しかけたり、そんなのんびり生活がしたいなあつ森にハマってるってこと？あつ森してる人の動画とか動物さんのお庭の写真見て遊んでるの。ふふふ、やっぱり買っちゃおうかな。買えばって言ったら買う？一人じゃ寂しくなるかもしれないから一緒にやる？キャラ2人作れるらしいよ。私無人島でのんびりしてる暇ないよ。ところでリングフィットはどうなったの？運動するやつ。ああ、あれはもういいや。